皆さんこんにちは、みゆきしんぺいです。お元気ですか？今日は何をね、話そうかなってね、こういうことを考えるようになってね、最近結構楽しみなんですよね。だいたいね、朝ちょっと何かやって、その後に、一段落してね、こういうふうに一日に一回ぐらいね、自分の気持ちをそのまま話すってね、なんか素敵な時間だなってそういうふうに思いますね。今日ね、ちょっと感じたことなんですけど、イライラしながら仕事をする人、そんな人の話をちょっとしようかなと思います。僕ね、結構ね、苦手なんですよね。横とかね、周りでね、イライラしながら仕事をされるのってね、ちょっと苦手なんですよ。まあもちろんね、やっていてね、嫌な仕事とかってね、ありますよね。やりたくないなとかね、思いながらね、でもまあ、今、この会社に勤めてるからとかね、お給料があるからとかね、守らなきゃいけない生活があるからとかね、いろんな話ありますよね。ほんとね、まあそれはそうなんですけど、まあ本当にそうなんですけど、でも、一方で、僕はね、嫌ならね、移動したらいいんじゃないのってね、そうやっぱり思ってしまうんですよね。今そこにいて、その仕事を受けているからこそ、ああ、この人はこういう仕事を受けるんだなって思われて、またその仕事がやってくるんですよ。その仕事を受け取るのを断れば、その仕事がやってくるところにいなければ、もうその仕事って流れてこないんですよね。水の流れに似てるというか、もうそこにはたどり着かないってね、そういうふうに思うんですよ。どう思いますかね？そんなの理想論じゃないですかってね、そういうふうに思われるかなとも思うんですよね。自分には給料とかね、生活とかね、大事なものがあるんですよと。この仕事を辞めると、今生きているそういう生活ができないんですよとかね、いろいろな条件っていうかね、なんかそういうものがありますよね。もしでもその絶対に守らなきゃいけない条件があってってそういうふうに思うのであれば、それならあなたの今のその仕事を愛する方に気持ちをね切り替えてもいいんじゃないかなとか、そういうふうにも思うんですよ。どうしたら自分はその仕事を愛せるのかなと。そこにはね、やっぱり義務とかね、使命感とかね、そういうのをこう混ぜていって、ああ、私はここに立ってなきゃいけないんだな、立たなきゃいけないんだなって気持ちになっていくんだったら、その仕事を愛せるように、その立場を愛せるように自分の気持ちを変えていけるんじゃないかななんてね、そんな風に思うんですよ。まあ、それで自分の気持ちを変えられない、まあそういうのであれば、それは自分が抱えているものが重すぎるのかなって、ちょっとそういうふうに思うんですよ。自分が守りたいと思っているものが多すぎるんじゃないのってね。それだったら、それを少し手放していったらいいんじゃないかなって、そういうふうに思ったりもするんですよね。それはもうあなたには持てないものなんじゃないのってね、そんな風に感じるというか、まあ、こういう話をすると思うんですけど、例えば、宝くじとかね、何かでね、遺産相続とかね、すごい、急にお金持ちになった人っていたりするじゃないですか。大きなね、家を買ったりとか、かっこいい車をね、買ったり、パーティーしたりとか、お金をすぐに使い果たしてしまうことってありますよね。例えば、宝くじじゃなくても、会社で、なんかその会社をやってみたら大当たりしてものすごく儲かりましたとか、それでお金をねたくさん使うようになったりとか、そういう生活の水準をどんどん上げてしまったりとか、まあそういう人もいらっしゃいますよね。そのままねそのサイズでねいける人もねもちろんいるんですよ。でも
それを使ってしまって、そのサイズを保てないというか、そういう人が多いなってやっぱり思うんですよね。それはなんでかっていうと、やっぱりその人が受け取れるものの器というか、その人の周りに留めておけるエネルギーの総量というか、なんかそういうものがね、その人によってサイズがあるんだなってやっぱり思うんですよね。器って言ったりね、そういう風に日本語で言ったりするんですよ。あの人は器が大きいなとか、容器とかね、お皿とかね、なんかそういうイメージなんですけど、やっぱりそれがね、小さいのにそこにたくさんのものを入れようとしても、周りにね、こぼれ落ちていきますよね。それもね、別に悪いことじゃないなとも思ったりもするんですけど、その周りでね、こぼれ落ちたものをまた流れてきたものを得るものもね、いたりもしますからね。さっきね、仕事の話をね、してましたけど、その仕事を受け取れない。その仕事をしないと、自分の大切なものを守れないとか、無理やり苦しいけど働かなきゃいけないとか、そういうのなら、もしかしたら、あなたは自分の持てるものよりも大きなものを持とうとしてるんじゃないかなと思うんですよ。だから苦しいし、受け取れないし、こぼれていくんじゃないかなって。もちろん、その器の大きさ、お皿の大きさ、そういうサイズって変化してくると思うんですよ。例えばね、小さくて細かいところをすごく追求する、最善を尽くすみたいなね、そういうのも大事なんですけど、もっと大きな仕組みとかね、流れとか、その中で私は今ここにいるんだなとか、そういうことを考えていくと、自分の器やサイズをね、変化させることがね、できるんじゃないかなってね、僕はそんな風に思ってるんですよ。今の自分の仕事をしながらね、イライラしている人は、なんでイライラするのかな、このイライラは何から来てるのかな、この仕事はなんで私はやってるのかな、この仕事をしながらその仕事に尽くしたエネルギーがどういう風に流れているのかな、その上で私は何を守っているのかな、その守っているものは本当に守らなきゃいけないのかな、そういう風に一つ一つとの関係を整理していく。今の自分の生活、自分の暮らしは、これは守らなきゃいけないものなのかな。例えばそれが生活の暮らしのレベルなのであれば、その暮らしのレベルを守るために疲労する、疲弊する、疲れ果てるのであれば、その暮らしって必要なのかなとかね、そういうのをね、考えてね、一つ一つの事象、一つ一つの物事との距離を、バランスをとっていくっていうのが、とても大事なんじゃないかなってそう思うんですよね。そういう風にしていらないもの、必要なものって向き合って距離感をね、うまく決めていくと、仕事でイライラすることって減っていくんじゃないかなって、そういう風に思いますね。今日はね、こういう話でしたね。こういう話をしててね、ちょっと思うんですけどね。僕もね、こんなこと言いながらね、イライラしたりするんですよね。はい。ちょっとイライラしながらね、なんか仕事しちゃう時ももちろんあるんですよ。僕がやってるのは、自営業なんで、自分でね、全部決めてるんで、基本的にはね、イライラすることは少ないんですけど、でも、例えば、その仕事をね、任された、あなたに任しますよって言ってね、任してくれたのに、その後にいろいろね、言われると、こう、イライラしちゃうんですよね。例えば、簡単に言うとね、車の運転とかね、じゃあ、車で運転して、あそこまでちょっと行ってもらっていいですかってね。で、その運転をね、その依頼をね、引き受けたとするじゃないですか。運転ってね、別にそのお金もらってなくてもね、例えば、その、友達とかね、パートナーとかにね、ちょっと運転でそこまで連れてってって言われたとするのを受けたとします。そしてね、自分が運転してるとするじゃないですか。それで横でね、ずっとね、こう、口出ししてきたらね、すごく嫌じゃないですかね。すごくね、例えば危なくて自分が気づいてなくて危ないとかね、そういうことを言ってくれるのは全然そりゃいいんですけど、でも、
なんていうか、その細かいことをね、ずっと言ってくるというかね、こっちの道が早いよとかね、なんかあそこもっと入れるよとかね、なんか、いや、まあ自分のペースのね、流れがあるんで、仕事って、それをね、私に任せたんだったら、じゃあ、ほっといてよって僕は思うんですよ。そして、その成果が悪かったら、もう別に頼まなきゃいいじゃんと。そしてその成果が良かったら、また声かけてねってね。まあそんな風に思うんですよね。そしてね、そんなに口を出すんなら、じゃああなたはあなたのやり方でやったらいいんじゃないのって。運転してるこの席、運転席をね、もう変わりますよと。すぐにでも変わりますよってね。なんかそういう感覚なんですよね。どうですかね、ちょっとわがままですかね。もちろんね、こういうやり方をやっていくには、大人数だとね、結構やりにくいかななんて、思ったりするんですよ。人数が多くなればなるほど、やっぱり役割っていうのが出てきますし、ね、大きな組織になればなるほど、一人一人の気持ちっていうのはやっぱり過小評価されていくっていうかね。そうですよね。なのでね、僕はやっぱり自分の好きなサイズっていうか人数っていうのは、少人数なんだなって、なんかそんなことを気づいたんですよ。もう自分のやり方でね、やるんでね、もう成果は出すんでね、いいでしょっていうのはね、やっぱりね、勝たないといけないしね。それだったら僕は少人数で自分のやり方でやるけど、でも、勝ちますよと。勝ってるんだから、勝ってるうちは別に自分のやり方でやったっていいじゃん、みたいなね。なんかそういうところが居心地がいいなと思って、そこに移動していったっていう感じなんですよね。なんかそういう生き方をしている生き物が自然界にいてもいいでしょというか、自然界ってそういう生き物ばっかりなんじゃないのってね、なんかそんな風に思ったりもするんですよね。今日はね、そんな言い方ですね。今日はね、ちょっとそんな言い方っていうのはな、今日はちょっとそんな話でしたね。でもね、ちょっとイライラしちゃう時ありますよね。そしたらまたね、その場所を離れてね、また別のこと始めてね、またそこでまた勝てばいいんじゃないのかななんてね、そんな風に思うんですよね。なんか勝つって言い方をね、今日何回かね、使っちゃいましたけどね、その自分のね、そのままのやり方、そのままのあり方でね、勝手にね、勝ってしまう場所ってね、僕はあるんじゃないかなと思うんですよ。なので、そういう場所にこう移動していくっていうかね、なんかそういう感覚なんですよね。そういうね、気持ちがね、わかるように、ね、共感できるようになっていくと、こう、イライラする人と付き合うことも減るし、自分自身がね、イライラすることも減っていくんじゃないかななんてね、そんな風に思いますね。今日はね、こんな話でした。聞いてくれてありがとうございました。またね。